Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today I'm going to talk about these two dots. A lot of people think they simply indicate length. While that's true in general, when discussing the IPA, that's not exactly the case when it comes to English pronunciation. 今日はこの発音記号の点々についてお話しします。多くの人はこれを伸ばすという意味だと思っていると思います。確かに発音記号そのもののルールではそれは正しいんですけど、こと日本の教科書や辞書で使われている英語の発音となると伸ばすということではないんです。ここはものすごく要注意です。例えばこれらの記号、皆さんは、い、うと読めますよね。例えば、me, to などですね。これらはそのまま長く発音すればいい母音です。一方で、この2つの記号を見ると、日本人の感覚だとどうしても、あみたいな感じだと思っちゃいますよね。こっちが、い、うに対して、こっちは日本語の母音くらい短い、だと思っちゃいますよね。でも全然違うんです。アメリカ英語では、この2つの母音は、この2つの母音と同じくらい長いんです。もう一回言います。アメリカ英語では、この2つの母音は、この2つと同じくらい長いんです。長さに違いはありません。これは超大事です。だから発音記号は紛らわしいんです。だいたい、みたいに短いと短すぎて違いが聞き取れないですからね。そんな微妙な違いは人間は聞き取れないので、そういう区別は人間の言語ではあんまり使わないんですよ。ちなみにイギリス英語ではこの記号は使いません。この A に点々がつく方の記号は使いますけど、A 単独では使いません。ここではアメリカ英語の話をします。アメリカ英語だと、まず、こっちの記号は簡単です。こっちの記号は日本の辞書とか教科書だとアメリカ英語の発音でよく使われますよね。例えばこの単語。これにはよくこう書かれているので、an だと勘違いしちゃいますよね。でもこれは別の動画で詳しく説明してるんですけど、標準的なアメリカ英語ではこの記号イコールこの記号なんですよ。点々がない A イコール点々がある A なんです。だから普通に点々をつけて考えればいいだけです。これだったらビジュアル的になんか長そうなイメージが湧きますよね。百聞は一見というか発音に関しては百見は一分にしかず、ケインブリッジの英英辞典の音声を聞いてみましょう。on, こういう風に an じゃないんですよ。on, 長いんです。さらにケインブリッジの英英辞典の発音記号を見てみると、こういう風に点々がついてますよね。この A だけの音は一部のアメリカ英語の方言であるらしいのですが、日本の教科書とか辞書だとその方言を考慮してよく使われてますけど、標準的なアメリカ英語にはないんですよ。この A 単独はないんです。標準的なアメリカ英語は全部こっちなんです。私たちノンネイティブはよほどその方言に思い入れがあるとかじゃなければ、この発音を知ってる必要はないので、これは考えないでください。この記号イコールこっちの点々がついたものだと考えてください。超簡単です。これならこの音が長いっていうイメージがつかめますよね。on, この事実はなかなか日本人には信じがたいことかもしれませんが、これは別の動画で説明しているので、下にリンクを貼ってあるので、よかったらぜひそちらも見てください。日本の辞書でもジーニアスとかグランドセンチュリーとかだとちゃんと点々がついてますし、中学の英語の教科書でも一部点々がついてたりします。それでちょっと厄介なのはこっちの記号です。この音は方言差が結構あるんですけど、日本人に簡単なのは air って二重母音で発音することです。この記号のビジュアルからだと二重母音もイメージしやすいんじゃないかなと思います。でも百見は一分にしかず、ケインブリッジの英英辞典のこの日焼けした肌の色という意味の単語の音声を聞いてみましょう。tan, こういう風に短い tan じゃないんですよ。tan, 長いんです。これも別な動画で説明しているので、リンクを貼ってあるので、ぜひそちらを見てください。ここで気づいた方もいるかもしれませんけど、ケインブリッジの辞書でも点々がついてないんですよ。音的には長いのに点々がついてないんです。なぜかというと、ストレス、つまりアクセントがある母音の場合は、点々がついてない母音は基本的に後に子音がないとダメだということです。母音単独では発音できないということです。一部例外もあるんですけど、こういう風に基本的には後に必ず子音がないといけないという意味なんです。他の例を挙げると、この V の逆の記号、点々がついてないですよね。これは音的には短いんですけど、ここでもっと大事なことは長さじゃなくて、点々がついてないので、例えば sun とかみたいに、基本的に後に必ず子音がないといけないということです。日本語の母音はあ、い、う、え、お
って全部単独で発音できるから、なかなか後に子音がないと発音できないっていうイメージがつかめないと思うんですよね。でも英語の発音にはそういう制約があるんです。後に子音がないと発音できない母音っていうのがあるわけなんです。発音しようと思えばできるんですけど、基本的にはしないということです。日本語の発音にはそういう制約がないというだけで、そういう制約がある言語は世界の言語では別に珍しくないんですよ。英語だけじゃないんです。フォニックスでいうショート母音のほとんどはこれに当たりますね。一方で、点々がついている母音は、後に子音がなくても大丈夫なんです。だからこれらの母音は、me, to, spa とかみたいに単語の最後に来れるんです。点々がついている母音は、後に子音がなくてもいいんです。音声学用語を使うと、こっちの点々がついてなくて、後に子音が必要な母音は抑止母音。点々がついてて、後に子音がなくてもいい母音は自由母音と呼ばれます。この点々の役割は、抑止母音と自由母音を区別することです。もう一度まとめると、これらの母音は長いんです。決して、じゃないです。こっちの母音は日本の辞書ではよく点々がついてないんですけど、単純に点々をつけて考えればいいだけです。こっちの母音は点々はついてないけど、みたいに二重母音なので長いです。そしてこれとかこれみたいに点々がついてない母音は、後に子音がないといけない。だから単語の最後には来ない。点々がついてる母音は後に子音がなくてもいいので単語の最後にも来れる。という意味です。この動画が少しでも役に立ったと思ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。